皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日のこの時間は、私たちの多くにとって、子供の頃の思い出と深く結びついている会社、任天堂について少し深く掘り下げてみたいと思います。コントローラーを握りしめて夢中になったあの日々や、家族や友人と画面を囲んで笑い合った時間。そんな温かくて、どこか懐かしいイメージを持つこの会社が、実はその長い歴史の中に私たちが想像するのとは全く違う意外な顔を隠しているとしたら、今日はその光と影が織りなす物語をゆっくりと紐解いていきたいと思います。例えば、こんな問いかけから始めてみるのはどうでしょう。もし、世界中の子供たちに笑顔を届ける任天堂という社名に、実は賭博、つまりギャンブルを連想させる意味が隠されているとしたら、皆さんはどう感じますか？少しドキッとするような話かもしれませんね。でもこれは、この会社の原点を深く理解するための非常に興味深い、そして有力な説の一つなんです。さあ、この謎めいた名前の由来から私たちの探求を始めていきましょうか。今日の巨大なエンターテイメント帝国としての任天堂、その姿を正しく理解するためには、まず時計の針を大きく戻す必要があります。まだビデオゲームというものがこの世に生まれるずっと前の混乱と試行錯誤に満ちていた時代へ。そこにはですね、数えきれないほどの失敗と、そしてだからこそ得られたかけがえのない教訓という宝物が眠っているのです。さて、先ほどの社名の謎解きです。任天堂。一般的には、運を天に任せるというどこか詩的で美しい解釈が有名ですよね。私もそう思っていました。しかし、会社の創業は1889年、明治22年です。京都で花札の製造会社として始まったというその原点に立ち返ってみると、また全く違った景色が見えてくるんです。当時の花札というのは、今私たちが考えるような家族団らんの遊び道具という側面だけではなくて、もっと生々しい、土覚の道具としての役割が非常に強かったんですね。この文脈で考えると、より現実的な説が浮かび上がってきます。当時、賭場では天狗が賭け事のシンボルでした。天狗は鼻が高いですよね。その鼻が花札の花に通じるという一種の言葉遊び、隠語のようなものがあったそうです。この天狗の天を社名に使い、道は店や会社を意味する言葉。そして任はそのまま任せる。つまり任天堂とは天狗に勝負を任せる場所。もっと踏み込んで言えば、うちは本格的な博打ちの道具を扱っていますよ。という当時の顧客に対する非常に力強く、そして実利的なメッセージだった可能性が実は高いんです。今のクリーンなイメージからはちょっと想像もつきませんけれども、その原点は大人の娯楽、酸いも甘いも噛み分けた、そんな世界にあったわけですね。時は流れて1960年代。任天堂は創業以来の大きな壁にぶつかります。会社の屋台骨であった花札やトランプの市場がすっかり飽和状態になってしまったんです。もうこれ以上成長が見込めない。会社の未来は深い霧の中に閉ざされていました。この危機的な状況で会社の運命を必死に背負っていたのが3代目社長の山内フです。彼はこのままでは会社が沈んでしまうという強い危機感から生き残りをかけて本業とは全く異なる未知の領域へ次々と舵を切っていくことになるのです。こちらがその迷走ともいえる時代を象徴していますね。まず1960年、ダイヤタクシーというタクシー会社を設立します。しかしこれは労働組合との厳しい対立の末に結局は手放すことになってしまいました。次に1963年、当時のブームに乗ってインスタント食品事業に参入します。インスタントライスを発売するんですが、残念ながら味が良くなかったようで市場には全く受け入れられませんでした。さらにこれは公式の社史には記録されていませんが、ラブホテルを経営していたという噂まであるんです。これが事実かどうかはさておき、当時の任天堂がいかになりふり構わず必死に新しい収益の柱を探し求めていたか、その切実さを物語るエピソードとして今も語り継がれているんですね。そんな失敗続きの暗闇の中で本当に一筋の光が差し込みます。それは全く予想外のものでした。工場の設備係の社員だった横井軍平さんが、言ってみれば暇つぶしに作っていたマジックハンドのようなおもちゃ、ウルトラハンドです。これがなんと140万個という当時としては驚異的な大ヒットとなり、任天堂は
我々の原点はやはり娯楽なのだと自らのアイデンティティを再発見する大きなきっかけをつかむことになるのです。特にこのタクシー事業の大きな失敗から得た教訓は、その後の任天堂の経営哲学そのものを形作る決定的なものとなりました。山内社長はこの痛い経験からこう結論付けたと言われています。サービス業のように人が資産であり、同時にコストの中心にもなる事業は我々の会社の体質には合わないと。つまりですね、自分たちでコントロールしきれない人の感情や労働力に依存するのではなくて、自社の工場で製品を作り、そこにアイディアという付加価値を乗せて売る。自分たちが完全にコントロールできるものづくりと、そこから生まれる知的財産にこそ集中するべきなんだと、この哲学の確立がなければ、後のファミリーコンピューターもスーパーマリオも生まれていなかったかもしれません。遠回りに見えた失敗こそが、まさに成功への羅針盤だったわけですね。さて、物語の舞台を過去から一気に未来へとジャンプさせてみましょう。ここからは、もし任天堂がこれまでの失敗から得た学びと、確立した娯楽専業の哲学をすべて注ぎ込んだとしたら、という少し先の未来、2025年を想像したお話になります。その集大成として市場に投入されるであろう次世代機、任天堂スイッチ2。その革命的なデビューを少し覗いてみることにしましょう。こちらがそのスイッチ2のスペックを想像したものです。非常に任天堂らしい絶妙なバランス感覚が見て取れますよね。ディスプレイは 7.9 インチと少し大きくなって、軽快モードでも 1080p の美しい画面でゲームを楽しめる。プロセッサも強化されて、テレビにつなげれば疑似的な 4K 出力で、より迫力のある映像体験が可能になるでしょう。しかしここで注目すべきは、他社のように最高スペックを追い求める競争には参加しないというその姿勢です。あくまで新しい遊びを快適に体験するために必要にして十分な性能向上に留めている。ここに任天堂の哲学が色濃く現れているように感じます。そしてユーザーにとって何より嬉しいのが、この一番下の項目、広報互換性ですね。これまで大切に集めてきた初代スイッチのソフトが全て遊べる。これは安心して新しいハードに移行できる非常に大きなポイントになります。そして、その練り上げられた戦略の結果は圧倒的な数字となって現れました。この350万という数字、これが何を意味するかお分かりになりますでしょうか。これはスイッチ2が発売されてからわずか4日間での全世界での販売台数です。350万台。これは任天堂の130年を超える本当に長い歴史の中でも最速の立ち上がり記録となりました。まさに世界中のファンがどれだけこの日を待ち望んでいたかを証明する爆発的なロケットスタートと言えるでしょう。ではなぜこれほどまでに驚異的なスタートが切れたのでしょうか。その鍵を握るのがソフトウェアの戦略です。この円グラフがそれを象徴していますね。マリオカートワールドという新作ソフトの装着率を示したものです。装着率というのはゲーム機本体を買った人のうち何%がそのソフトを一緒に買ったかという割合のことなんですが、その数字はなんと 92.3%。これは本当に驚くべき数字です。つまり、スイッチ2を買った10人のうち9人以上が迷うことなくマリオカートも一緒にレジに持って行っているということなんです。これはハードを売るために強力なソフトを用意し、そのソフトを遊びたいからハードを買うという完璧な相乗効果が生まれている証拠です。ハードとソフトが両輪となってお互いを力強く牽引している。この見事なまでの戦略こそが任天堂の真骨頂と言えるでしょうね。しかし、現代の任天堂が描く未来というのは、もはやリビングのテレビ画面の中だけには収まりません。ゲーム機というハードウェアの枠組みを大きく超えて、私たちの日常のあらゆる場面に溶け込む巨大なエンターテインメントエコシステムの構築。その壮大な野望へと今大きく歩みを進めているのです。これがその戦略の心臓部を描いた図です。非常にシンプルですが、だからこそものすごく強力なサイクルになっています。まずステップ1、ゲームというメディアを通じてマリオやゼルダといった他に類を見ない魅力的なキャラクターとの原体験を想像します。次にステップ2、そのキャラクターたちを映画やテーマパークというより広い世界へ展開して、普段ゲームをしない人々にも触れてもらう機会を作るわけです。そしてステップ3、映画やテーマパークでファンになった人々が、あのキャラクターが活躍するゲームもやってみたいと、再び原点であるゲームの世界へと帰ってくる。
この素晴らしい好循環が、任天堂が持つ IP、つまり知的財産の価値を永続的に、そして指数関数的に高めていくのです。そしてその戦略は、もはや絵に描いた餅ではありません。すでに具体的な形で私たちの目の前で着々と進行しています。映画では、世界中で大ヒットしたマリオ映画の続編だけでなく、多くのファンが長年待ち望んでいたゼルダの伝説の実写映画化まで計画されています。テーマパークも同様です。2025年にはスーパーニンテンドーワールドに新たなエリアとしてドンキーコングカントリーがオープンします。ゲーム、映画、テーマパーク、この3本の強力な柱がそれぞれ独立しながらも深く連携することで、任天堂の世界はこれからもますます豊かに拡大していくわけですね。さて、ここまで任天堂の過去の失敗と現在の輝かしい成功を見てきました。一見すると、京都の小さな花札屋から世界を舞台にするグローバルなエンターテインメント企業へと全く別の会社に生まれ変わったかのように見えるかもしれません。しかし、その表面的な変化の奥底には、創業から130年以上の時を経た今もなお、決して揺らぐことのない一本の太い哲学が確かに貫かれているのです。このスライドは、その進化と普遍性を非常にわかりやすく示してくれていますね。左側が創業期、右側が現代です。事業は花札製造から総合エンターテインメントへ。顧客は賭場に集う人々から全世界のファミリーへ。これはまさに劇的な変化です。しかし、一番下の哲学の部分をよく見てみてください。創業期の運を天に任せるという言葉は、ある意味で人の心を揺さぶる娯楽の本質をついているようにも思えます。そして現代の哲学は、独創性と娯楽専業。表現こそ洗練されましたが、タクシーやインスタントライスで痛い失敗を経験した結果、自分たちの戦うべき場所は人を楽しませること、ただその一点なのだ、と自らの原点に立ち返ったのです。そう考えると、人を夢中にさせる遊びを提供するというその姿勢は、実は創業時から何も変わっていないのかもしれません。花札から始まり、おもちゃ、ビデオゲーム、そして映画やテーマパークへ、任天堂は時代の変化に合わせて遊びの形を常に再発明し、私たちに提案し続けてきました。では、これから先の50年、100年、私たちを驚かせる遊びは一体どんな形をしているんでしょうか。それは、もしかしたら今の私たちには想像もつかないような全く新しい体験かもしれません。その答えはまだ誰も知りませんが、彼らがこれからも過去のたくさんの失敗を恐れることなく、私たちに新しい驚きと笑顔を届けてくれることだけは確かなのかもしれませんね。今日の知的な探求はここまでとさせていただきます。皆さんの日常に少しでも新しい視点を提供できたなら幸いです。それではまたお会いしましょう。